すげえじゃんね、なんか、もう結構これでなんかさ、慈愛とかいうタイトルついてる。なんか納得するんだけど。現代やとなめんじゃねえよ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。リコーダーのその穴に主に生息しているさやです。リコーダーのその穴ってどこで？なんかこうですね、そうは。何これ？ややこしいな、この時間。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、ユミコ誰だよ、だから。これ、うん。お裁縫の時に使う糸通すやつ。これの名前知ってる？ユミコ？これはお前の元カノの名前だろ？いねえよ、ユミコ元カノに。これの名前はね、うニードルスレッダー、またの名をスレダーというそうですよ。ん。へえ、知らなかった。今日のさやめも結構さやめも。はい、ということで今回ですね、はいこちらでございます。適当。こちらでございますもん、なんか、ユミコとあんまり変わらないぐらいの雰囲気なんですけれども。変えとくか。いや、ダメだろ。企画のメインタイトルがユミコってどういうこと今回やっていく企画はこちら。リドリー。プロの絵師だったら適当に色塗ったところから線が描いても紙へ描ける説。内閣総理大臣。広文？広文です。ということで今回ですね、はい、皆さんですね、お絵描きをするときは必ず線画を描いてから色塗りをするっていう手順がまあ普通だと思うんですよね。ということで、今回ですね、その順番を逆にしてやろうと。グワッと。そう、ぐわっと逆にしてやろうと思ってるわけですよ。はい。まあ、今回ですね、3回戦に分けて、どんどんね、レベルを上げていきながらやっていこうと思うんですけど、1回戦目は色を塗ります。今からね、ここにね、コピックがたくさんあるので、はい。コピックを使って、ここは肌だから肌色塗っとこう、ここは髪だから髪の色塗っとこうっていう感じで入れときます。はい。そこが完成した後にチェンジして、さやの塗ったものを僕が線画を描く。僕が塗ったものからさやが線画を描く。っていう風なちょっとトリッキーな描き方で、まず第1回戦をやっていこうと思います。はい。はい。ちなみに第3回戦までこのスタイルは継続でございます。相手が塗ったものから線画を生み出していくのは変わらず。はい。はい。変わらずでやっていこうと思います。口が聞けなくなった。そこ口だったんだ。じゃあ制限時間は塗りなので。はい。適当塗り。適当塗りなので5分で。5分で。はい。いきますか。それでは、よーい、色塗り。いや、もうこれは書けるでしょ。5分間で一体何が塗れるのって感じだけど。君の心の空の色さ。なんだよ。テンパっちゃって今。わかりやすくテンパってた。ちなみにあと2分しかないです。嘘。じゃあここでしりとり大会するしかないよ。なんで今からしりとり大会始まるの？犬。ぬえ。ぬえ。唐突な事実。そんなマニアックなとこ来る。ということで、はい1回戦目の色塗りタイム。一応相手に塗らせるような雰囲気を指示しつつ、はい。いきます。せーの。でどん。おー。はこれはセーラーちゃんですか？セーラーちゃんでございます。おーなんとなくセーラーちゃんだと思うんだけど。セーラーちゃんだね、ちゃんと。ちょっとなんか。もうすでに何があったんだ。何があったの？ま、こちとらはでっかい明太子。おい、やめろよ、お前。どうすんだよ、この明太子。違う、これでも一応、解釈は自由自在なので。いや、そうなんですよ。はい、これが明太子か否かは源さんののみぞ知ることになる。そういうことになるでしょうね。ちなみにこれ色塗ってないとこに線入れるのあり？いや、色塗ってるとこだけにしようか。だけにしようか。オッケー。合計15分の、よくわからないお絵描き対決ですね。はい。ということで、第1回戦のペン入れタイムでございます。いきましょう。よーい、ペン入れ。やべ、目の位置ちょっと高すぎた。それもまた一興ということですか？それもまた一級ということです。なんでだよ、トンチを聞かせるの？好きじゃないから、帰って。パンツ見えてね。見せんなよ。パンツは見せちゃダメだよ。お前、お父さん怒るぞ。なんか言えよ。なんだよ。不安になる、それ。惑星に行って初めてコンタクト取った生物みたいな声出さない。ちょっとごめん、翻訳機がうまくいかなくていい。翻訳機だったんだ、これ。さあ、ということで、はい。なんとなく描いた塗りから、線が、せーの、でどん。
おー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 。眉ねー。あ、メカ明太子になってる。そう、明太子すごい後ろでメカメカしくなっちゃって。ごめんな世さい紀末に明太子を普及させるために作られたロボットでああ、そういうこと？勝手に乗っ取った。そういうことなんだ。勝手に設定を乗っ取った。そしてその明太子を食べ過ぎて髪の毛が染まっちゃった子。おかしいだろ、染まった理由が。みつりちゃんと同じぐらいの理由で染まってんじゃん。確かに。これね、ゲンさんがね、ちょっとね、塗り残したんですよ、こう白で。あ、そうなんだ。そこを、なんかなんていうの、ホログラムみたいな、こうビビビビビってなってる。あ、そういうイメージだね。そう、そういうイメージ。なるほどね。でこれはなんかこう部品が周りをこう舞ってる、はい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 自分から取れた部品が舞ってるみたいなイメージ。そしてこれはひよこ。なんでだよ。なんでそこにさ、隠れミッキーみたいな感じでいるんすか？セーラー服を誘導されてしまった悔そうだね。しみがあるな。だってもうセーラー服以外に解釈できないんで書いちゃったからね。でもなんとなくどうにかなったわ。ね、明太子ガールズができてもしまいまなんでガールズ混ぜないでこの子勝手に。あ、紅生姜にしとく？やだよ、紅生姜で染まった子。紅生姜と明太子の子にしよう。博多かということで第2回戦なんですけれども、今回はもう自分の頭の中で、これどう塗んの？どう線が描くの？シーラねって感じで書いてください。無茶ぶり。はい、無茶ぶりです。今回はめちゃめちゃ自由です。相手をより困らせた方が勝ちというゲームに切り替えようと思います。はい。使う色は自由でやってくれます。いきます。よーい、スタート。でも僕優しいからちょっとピンク色も入れてあげよう。ギザギザにしよう。嫌だ嘘、そういうさやは幾何学的なやつをやられると困るだろうなって思ってる。幾何学？幾何学って何？ねえ、幾何学って何？うるさい、黙れパスワードを入れてください。一回スリープしてんじゃねえか。よし。じゃあ行きますよ。はい。せーの。デドン。これすごい現代アートにも程あるんだが。ゲンさんのやつなんか、もう結構これでなんかさ、慈愛とかいうタイトルついてた。なんか納得するんだけど。現代アートなめんじゃねえよ。もう何も考えてないよ。もう適当に置いただけ。やばい見て。めっちゃ綺麗。太陽の塔じゃん、本当に。太陽の塔がなんかさいや、タイトル由美子、太陽の塔、魔改造を経てって。怖い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 。普通になんか裏メッセージあるもん、これ。絶対あるもん。なんか平和に対するアンチテーゼとか含んでるもん、これ。よし、行くよー。マジか。え、ボードこいた。マジか。これさ、そうか。止まらないでほしい。行くよ。いくよ。それでは、よーい、スターいいぞ。いいぞね。考え、手を止めるな。動かせ。ト。そして、踊れ。なんでだ。だって、阿波踊り得意だって。言ってないよ。結婚した時に。言ってないよ。僕、阿波踊り得意なんです。結婚してください。どういうプロポーズなんだよ。いいでしょう。いいんだ結婚しましょう。好きだったんだ、阿波踊り。さあ、この意味不明な現代アートからはい線がペンを入れて、せーの、でどん。おー完全に機械に埋め込まれた子だね。完全にじゃあこのままふわふわしてるタイプのボス。怖っ。でこれ後ろから今まさに広がってこようとしてるんだけど、これは魂の叫び声。あー、人間の人間の魂の叫びがジュワーっつって手前に放ってくるタイプのゴーストタイプのボスです。ゴーストタイプやん。はい怖っ。なんか明太子がまたメカメカしくなっちゃう。もうなんかよくよく考えたら本当だ、また明太子だったね。ふざけやがってって。じゃじゃーん。マジか。結構そう、なんだろう。いったね。衣服をこうつなぎ合わせて体にまとってこう着てるみたいな。で、まあこの子の最大の特徴は大きな袋を頭にかぶってる。でもね、これはね、ちょっと僕、自分がやるならこういう帽子とかでかいのを頭につけるの好きだから、そうそう。ちょっとそういうイメージで書いちゃったかもしれないね。袋のね、口がここにあって、はいはそうきっとこの中にとんでもない秘密が隠されてい。なるほどね。そう。はい、ということで第2回戦意外と意外といけちゃった。意外とどうにかなったんじゃないでしょうか。これをもとにさ、うん。これもとにガチ絵描いたらすごいよ。いや、もうすごい家ができそう。なんかちょっとやっぱりさ、デッサン的にはやっぱりこう適当にやってるから無理くり詰めてるいや、感じがあるじゃん。そうそうそう。それを整えながらガチ絵描いたらすごい感じになりそうだな。ということで第3回戦目でございます。なんとですね、ここで、はいもう縛りに縛りを重ねるということで、まず、はい適当に気持ちよく色を置くだけはい。っていうのも変わらず、はい。そして YouTube のお絵描き系のおそらくなんかよくいろんなとこで見る定番企画3色マーカーチャレンジイエーイここで入れていきたいと思います。はい。そして、こちらからですね、今から3色を適当に選んで、はい適当にお互い持つんだけども、さらに、
目隠しで適当に色を置いていくと。もう本当に何にチャレンジしてるんですか？もうわかんない。さあ、ということで、じゃあ最終戦。まずは3色マーカー選びましょう。じゃあ僕から選ぶよ。で、僕はここからまず1本。こちら。じゃあこれにしよう。ちなみにこれね、何がやばいって、相手のくじ運の悪さ、俺に返ってくるってやつだからね。いや、そう。いや、そうだよ。そうだよ黒黄土色、変な緑とかだったら。やばいっすよ。そうそう。はい。じゃあ決まりましたよ。じゃあせーので見ます。はい。せーの、ドン。やばい、さやがやばい。さやがやばい。さやが。さやめっちゃ綺麗な色なのに。すごいいい色出た。ね。よし。じゃあ目隠しで、はい。やっていきましょいきますよ。う。はい。よーい、スタート。ここが紙の端ね。じゃあこの辺にこう丸っぽいの書いて。ゲイさん丸喜ぶからね。だからみんなゲイさん誕生日にぜひともチョコワを送ってあげてね。チョコは別にいらないですけど。チョコワは美味しい森永。なんでだよ。いや、不安定になるな、今。シュートが。一応ね、僕ね、優しいから、うん。手も書いてあげてる。なんか、今、ダメだ、今6本指ぐらいになったわ、今。じゃあ、せーので、はい。目を開けるのと皆さんに見せるのと、てかみんな見えてんだ。そうだよ。みんなには見えてんだ。みんなには見えてる。我々だだけ。いきます。せーの。でどん。やばい。やばい、そう、スカスカなんだけど。これさ、ここはいいでしょ。まあ、これはなんか全部、そう、絵のこの最終アウトラインに囲まれてる中だったら、1000入れていいということでしょ。はいよし、オッケー。じゃあ行きましょう。はい。最終戦。ラスト10分。いきます。はい。スターやべえ。でもなんかさ、ここに来てさ、じゃあ何が皆さんに伝えられるかというとさ、どんなところでも機械っぽくしちゃえばどうにかなる説。ト。確かにね。メカって最高だな。メカになろうかな。それはおかしいだろ。どういう思考なんだ。人間の体は不便だから。メカになろう。ダメじゃん、それ。近未来でそれやって成功してるやつ見たことねえよ、作品で。はい。さあ、できました。できました最終戦。3色マーカーチャレンジ&目隠しで塗ったところに色塗りを交換しても絵描ける説。クソ投げせーの。ででどん。おほらどういいね、いいね。めっちゃ良くない？なにこれ、ちゃんとなんかこう、レールに繋がっている。そうなの。機械が完全に機械に繋がってる女の子で、首から下とかこの辺の下半身はないんだけど、顔がちゃんと生き残ってる。で、これは、この子の意思で動く、アーム顎。アーム顎。で、日本語弱々か。これはクジラの模したあ、クジラロボ、クジラロボです。かわいいクジラロボ。そう、かわいいでしょ。ちょっと水っぽい感じなの？そうだね。なんか水っぽい。全体が水色だったから、こういう感じにしようと思って。すごい。この形を見た瞬間に、ここの横顔が見えたの、もうここに。そう。ここに横顔描こうって思って。だからすごい今回いけるって思った。これはなんかね、男の子がここにいて。ここか。顔。はいはいはい。ここが顔で、ちょっとね、SF プラス、こう、アジアンな感じ。で、なんかまあちょっとロボなんだけど、そう。で、これなんかね、大きな鳥飼ってるの。本当だ、ここか。これ鳥か。で、これの子供が虚無ペンギンなんだけど。ちょっとここまでよかったのにどうしたのこれ。それで、ハーピーみたいな女の子と、こうペアで、そう、これ女の子なの、顔が。で、この二人が組んで、なんかこう暗躍する系の、なんかこう、謎の人物みたいな感じがいいかなと思って。うわ、なるほどね。ということでね、最初から見てみても、最初やっぱり、なんか、硬いよね。そうね。硬い。お互いなんかこうさ、指定しなきゃ指定されちゃったっていうのがあるから、硬いし。私なんか、誰にも導かれたくないの。私は、私の道を行くの太陽の塔です。でもさ、ここがでも一番、やべえもんになってる感じがする。ああ、確かにね。やべえもんになってる。だから多分お互い見ながら、やべえの書いてやるぜっていう。あ、そう、なんか意志を感じる。意志があるよね。相手を困らせたろうぜっていうね。最後ですよ。でも最後が一番なんかさ、作品っぽいよね。面白い。面白い。面白いこれ。いや、ぜひ皆さんもね、これちょっとやってみて、簡単にね、目つぶったりとか、適当に書くだけでできるから。別に何も、ここから線を入れるのは、本当に皆さんの自由に。相手を漏らしてね、友達だけはなくさないようにしましょうね。すげえ注意喚起。お姉さんとの約束だよ。いいよ、約束しなくてそれ。手を出すのスッと差し出すの。